夫の命令で専業主婦になった私。夫に言われた通り節約を続けた。ブランド物も買わず、美容院も安いところで済ませ、食費も切り詰めた。しかし、夫はそんな私の姿を見ても、感謝の言葉をかけるどころか、より一層見下すようになった。どうせ専業主婦なんだから、もっとやりくりしろよ。俺がいなかったらお前は生きていけないんだからね。私の名前は大場翔子。今年で51歳になる専業主婦だ。結婚して27年になるが、振り返ってみれば、私の人生は夫と義母に耐える時間だったと言っても過言ではない。俺が稼いでるから生活できるんだぞ。夫の弘明は、ことあるごとにそう言っては私を見下してきた。まるで、私が彼の金で無駄飯を食らうだけの存在であるかのように。私は結婚前、一般企業の事務職として働いていた。特に華やかなキャリアではなかったが、仕事は好きだったし、経済的にも自立していた。しかし、結婚して間もなく弘明に言われた。俺が外で働いて、翔子には家を守ってもらいたい。仕事なんか辞めて専業主婦になってくれ。そんな言葉をかけられ、彼の希望を叶えることが夫婦としての正しい形なのだと思った。だが、それが間違いだったと気づくのに、そう時間はかからなかった。結婚して専業主婦になるや否や、弘明は態度を変えた。家のことを任せたいと言ったくせに、それを軽んじるようになったのだ。私が毎日食事を用意し、掃除や洗濯をし、家を整えても、ありがとうの一言もなく、それどころか、専業主婦なんだから当たり前という態度だった。そして、それに輪をかけてひどかったのが義母の存在だ。義母は私が専業主婦になったことを知ると、途端に私を見下すようになった。本当にあんたは生産性ゼロね。こんな能なしと結婚するなんて、うちの息子も気の毒だわ。それだけではない。義母は毎日のように電話をしてきては、夕飯のおかずは何を作ったのかと聞いてくる。私が一生懸命に手作りしたものを説明すると、そんな安っぽいものばかり作って、息子がかわいそうね。そう言って鼻で笑うのだった。週末にはアポなしで家にやってきて、指で家具の表面をなぞり、汚れてるわよと嫌味を言う。まるで私が専業主婦でいる限り監視し続けるつもりなのかと思うほどだった。最初の頃、私は夫に義母の言動を相談したことがあった。だが、弘明の返事は決まってこうだった。気にするなよ。母さんもお前のことを思って言っているんだろ。気にするな？私のことを思ってる？自分の母親が毎日のように私を罵っているのに。俺が稼いでるんだから、お前は家事を完璧にやって当然だろ。そう言って取り合おうとしない夫を見て、私は悟った。この人は私のことを妻としても家族としても大切に思っていないのだと。それでも私には救いがあった。それは息子の健太の存在だ。健太は小さい頃からいつも私の味方だった。義母が私を罵るのを聞いても、夫が私を見下す態度をとっても、彼は決して私のことを軽んじたりしなかった。むしろ幼いながらも私の大切さを理解しようとしてくれた。母さん、いつか楽にしてあげるからね。まだ小学低学年だった頃の健太が、そう言って私の手を握ってくれたことがある。その時の小さな手のぬくもりを、私は今でも覚えている。健太は成長するにつれ、成績優秀で医学部を目指すようになった。夫は最初、医者なんて金がかかるから無理だろう。と馬鹿にしていたが、健太は勉強を続け、医学部に合格した。私は嬉しくて涙が出た。健太が努力し続け、ついに夢をつかんだことが誇らしかった。だが、それと同時に、私は家の中でより一層孤独になった。健太は進学のために実家を出ることになったのだ。彼が家を出てから、私は夫と二人きりの生活になり、近所に住む義母に嫌味を言われる毎日。それは私にとって地獄の始まりだった。
健太がいなくなってから、夫はますます横暴になったのだ。医者になるには金がかかるんだから、家計を引き締めろ。お前は医者の母親になるんだから、もっとしっかりしろ。私は夫に言われた通り、節約を続けた。新しい服も買わず、美容院も安いところで済ませ、食費も切り詰めた。しかし、夫はそんな私の姿を見ても、感謝の言葉をかけるどころか、より一層見下すようになった。どうせ専業主婦なんだから、もっとやりくりしろよ。俺がいなかったらお前は生きていけないんだからな。それでも私は健太のために耐え続けた。息子が立派な医者になってくれるなら、それだけが私の生きがいだった。そして、ついに健太が医学部を卒業する日がやってきた。私は今までの苦労を思い返しながら涙をこらえた。これで健太は晴れて医師になる。私はこれからも彼を支え続けるつもりだった。だが、この時はまだ知らなかった。健太が私のためにある決断をしていたことを。これから帰るから。久しぶりに帰省した健太はスーツ姿がすっかり板につき頼もしい青年になっていた。家の玄関を開けた瞬間、私は思わず涙ぐみそうになった。だがそれをこらえて、おかえりと静かに迎えた。健太が家に足を踏み入れた瞬間、夫の弘明が急に態度を変えたのが分かった。まるで今までの彼の態度が嘘だったかのように、上機嫌で健太を迎え入れる。おお、さすが俺の息子、医者になったか。あまりにわざとらしい口調に、私は内心で苦笑した。この人間が健太の努力を嘲笑っていたことを私は忘れていない。医者なんて金がかかるだけで無駄だ。だいたいそんな大層の仕事が務まるのか。そんな言葉をかつて何度聞かされたかわからない。そして弘明の隣に座る義母も嫌な笑みを浮かべて健太を見た。まったく、あんたのような能なしが母親でも、うちの孫は立派に育ったわね。義母は私のことを生産性ゼロと罵り続けていた。息子の成功は自分のおかげだという自慢げな態度に怒りすら通り越して呆れてしまう。そして私の不安は的中した。この二人がそんな言葉だけで終わるはずがない。弘明がにやりと笑いながら健太に向かっていった。健太、お前、親に恩返ししろよ。これからは俺たちの面倒を見てくれるんだろ。私は思わず言葉を失った。健太がどれだけの苦労をしてここまで来たのか、たくさんの時間と努力を費やし、どれだけの辛い思いを乗り越えてきたのか、それを一番理解していないのは父親である弘明だった。さらに義母が畳みかける。そうよ、あんたが医者になれたのはお父さんのおかげなんだからね。夫と義母は健太の成功をまるで自分たちの手柄のように語る。長年私を見下してきた人間が今更健太にすり寄るのを見て、心の奥底から嫌悪感がこみ上げてきた。私は目の前の息子を見た。無表情でその目はどこまでも冷たかった。私はこの時悟った。この子は全てを知っているのだと。私がこの家でどれほど耐え、どれほど理不尽な言葉を浴びせられてきたのか。そして父と祖母が自分の努力を踏みにじるような態度をとっていることを。誰のおかげかだって？その健太の言葉に夫と義母の笑顔が一瞬で凍りついた。健太の声には冷ややかな怒りが込められていた。少なくともおばあちゃんのおかげじゃないし、進学に反対したお父さんのおかげでもない。何を言っているんだい？強いて言うならお母さんだよ。育ててくれた恩を返すのなら、手始めに母さんの人生を取り戻そうか。その言葉を聞いた瞬間、夫と義母の顔が完全に青ざめた。私は目の前で繰り広げられる光景にただ立ち尽くしていた。健太は静かに私の方へ視線を向けた。その目は優しく、それでいて強い決意に満ちていた。
夫と義母は健太の言葉をすぐには理解できなかったのか、顔を見合わせていた。しかし、健太の表情が冗談ではないと悟ると、ひろあきは焦ったように言い始める。おいおい、冗談だろ。だが、健太は何も答えない。義母も動揺し、言葉を探すように口を開いた。孫が親不孝なことを言うなんて。親不孝？かすれた声が出た。私が長年、この家で耐え続けたことを、この人たちは何とも思っていないのだろうか。健太は、そんな私を静かに見つめ、ゆっくりとうなずいた。母さん、もう自由になっていいよ。私は、その言葉の意味をゆっくりと噛み締めた。私が求めていた言葉。本当は、ずっと前から誰かに言って欲しかった言葉。そして、私は初めて気づいた。私はもう、夫の暴言に耐える必要がないということを。健太はもう、一人で生きていける。そう思った時、私の背中を押す声が聞こえた。母さん、離婚しなよ。健太のその言葉が、家の空気を一瞬で凍りつかせた。私の耳に、離婚という言葉が、ゆっくりと浸透していく。聞き間違いではないかと疑うほど、それは衝撃的だった。私は長年、ひろあきの言葉に耐え、義母の嫌味を受け流しながら、ただひたすら家を守ってきた。でも、二人は私を認めてくれなかった。驚いて彼の顔を見たが、健太は真剣な眼差しで私を見つめていた。もうこんな人たちに我慢することないよ。健太の声は静かだった。それがかえって彼の強い決意を物語っていた。私は何も言えなかった。長い間、心のどこかでこの家を捨てたいと思っていた。だけど、踏み出す勇気が持てずに、耐え続けることしかできなかった。しかし、目の前の息子は、一歩踏み出せと、私の背中を押してくれる。医者になるために、俺がどれだけ勉強したか。でも、一番頑張ってくれたのは母さんだよ。健太の言葉に、私は目を見開いた。ひろあきの暴言に耐え、義母の嫌味を交わしながら、健太のためにご飯を作り、勉強を応援し続けた。それが、健太の心に届いていたのだ。こんな人たちに尽くすのは、もう終わりにしよう。健太はそう言って、離婚届を差し出した。私はそれを見て息を飲んだ。まさか、こんなものまで用意しているなんて。息子が私の人生をここまで考えてくれていたなんて。私は震える手でそれを受け取った。離婚届にあとは私がサインをするだけでこの呪縛から解放されるのだ。だが、その瞬間、隣にいたひろあきが立ち上がり慌てふためいた。初めて見る夫の狼狽した表情。私は今まで彼が取り乱す姿など見たことがなかった。どんな時も自分が正しいと疑わず、私を見下し続けてきた男が今は焦りを隠せずにいる。それがどこか滑稽に思えた。義母もぎょっとした表情で口を挟む。翔子さん、長年連れ添った夫を捨てるなんて罰が当たるわよ。健太もここまで育ててくれた親を捨てるような恩知らずなことをやめなさい。私は呆れて心の底からため息をついた。今まで散々私を生産性ゼロだの、脳なしなのと罵っておいて、いざ私に捨てられるとなるとこのざまか。結局、彼らにとって私は都合のいい家政婦でしかなかったのだろう。しかし、健太は冷静だった。健太は静かに義母を見つめた。その目にはこれまで私に向けられていた優しさとは違う冷ややかな光が宿っていた。ひろあきも義母も息を飲んだ。健太の言葉は家の中に鋭い兵馬のように響いた。恩知らずはどっちだと思う？その言葉が決定打だった。私は今まで胸の奥に積み重なっていた重いものが少しずつ崩れていくのを感じた。息子がこんなにも私のことを思ってくれていた。私はただの家政婦じゃなかった。私は彼にとって大切な母親だったのだ。そっと離婚届に視線を落とした。
目の前には未来への扉が開かれていた。もう、私は我慢しなくていいのだろうか。今まで自分が耐え続けることでこの家庭を守ってきたと思っていた。だが、本当に守るべきものは私自身の人生だったのかもしれない。私はついに離婚を決意した。ペンを握る手はわずかに震えたが、それを見た健太が静かにうなずいた。母さん、大丈夫。もう何も怖がることはないよ。その言葉に励まされるように私は筆を走らせた。長年縛られてきた夫との関係に今終止符を打つ時が来たのだ。書き終えた離婚届を差し出した瞬間、弘明は狼狽した顔で手を伸ばしてきた。待て、まだ話し合いが。だがそれを遮るように健太が静かに口を開いた。もう弁護士を手配済みだよ。母さんの人生を無駄にするようなことはさせない。私は驚いて健太を見た。彼はすでに離婚に向けた準備を整えていたのだ。健太がスマホで弁護士へ連絡を入れると、外で待機していたのか、すぐに年配のスーツ姿の男性が現れた。胸には弁護士バッジをつけている。大場さん、財産分与と慰謝料の請求についてすでに書類をまとめています。不動産と貯金、年金の一部も対象になりますので、拒否されても法的手続きを取ります。それを聞いた弘明の顔がみるみるうちに青ざめた。財産分与、慰謝料、俺が払うのか？当然です。と弁護士はうなずき、淡々と説明を始めた。専業主婦であった妻の貢献は家庭において十分に評価されるべきである。また、長年のモラハラの証拠も記録されているので、妻に対しての精神的苦痛の慰謝料請求も認められるとのことだった。私は、健太が全てを手配してくれていたことに驚いた。これまで自分では踏み出せなかった道を息子が開いてくれたのだ。弘明は何か言い返そうとしたが、弁護士の冷静な視線に言葉を詰まらせた。お前、俺を見捨てる気か？その問いに健太はあっさりと答えた。見捨てるも何も、父さんは最初から俺の親だったことなんてなかったよ。弘明は息を飲んだ。彼は何かを言おうとしたが、健太の冷たい視線を受けて口をつぐんだ。すべてが決まった瞬間だった。それを聞いた義母は怒り狂った。バカなこと言うんじゃないよ。息子を医学部に入れたのは私たちの力なのに。私は思わず笑いそうになった。義母が言う私たちとは一体誰のことなのだろう。健太は奨学金で学費を賄っていた。生活費は私が親から受け継いだ遺産を切り崩し捻出していたのだ。それを知った時、夫と義母は言葉を失った。母さんがいなかったら俺は医者になれなかったよ。健太の言葉は私にとって何よりの救いだった。これまでの年月、私は息子のために頑張ってきた。夫に罵られ、義母に見下されながらもひたすら息子の未来を願い支えてきた。それが無駄ではなかったのだ。弘明と義母がどう思おうが、どう取り繕おうが、健太が全てを見ていてくれた。それだけで私はもう十分だった。離婚届が受理され、モラハラの証拠もあり、多額の慰謝料を私は受け取ることができた。しかし弘明にとってはそこからが地獄の始まりだった。私がいなくなってから彼の生活は全て崩れていった。最初は問題ないと強がっていたらしい。だが家はどんどん荒れ、食事はコンビニ弁当とインスタントばかりになり、生活は乱れた。仕事でもミスを繰り返すようになり、上司からの信頼も失っていった。結局、彼はリストラされた。俺がいなかったらお前は生きていけないと私を見下していた男が本当に生きていけなくなったのだ。だが、もう私は彼を助けない。彼がどんな生活を送ろうと、どんな目に遭おうと、私には関係のないことだった。そして、義母もまた落ちぶれていった。これまで息子がいるから老後も安泰と言い続けていた彼女だったが、弘明がリストラされてからは状況が一変した。
義母はこれまでの貯金を使い果たし、老後資金もない状態に陥った。それまで親しくしていた近所の人たちも義母の本性を知り、距離を置くようになった。結局、義母は一人、わずかな年金だけを頼りに、つつましい生活を送ることになった。私はというと、息子のサポートもあり、晴れて自由の身となった。離婚してすぐに新しい部屋を見つけた。窓から明るい日の光が差し込む部屋。そこにはもう夫のため、義母のためという理由で何かを我慢する必要はなかった。最初は自由というものになれなかった。ずっと誰かの顔色を伺い、誰かのために動いてきた私にとって、何も気にせず好きなように暮らすことは不思議な感覚だった。しかし、それが本当に幸せなのだと次第に実感するようになった。朝は好きな時間に起き、好きなものを食べる。誰に文句を言われることもなく、静かに過ごす時間は何にも代え難いものだった。スーパーでパートを始め、友人たちとの交流も少しずつ再開した。離婚を知った友人たちは、ようやく解放されたね、と笑いながら私を歓迎してくれた。これから先、私はもう誰にも縛られない。私は私の人生を生きる。窓から差し込む日の光を浴びながら、私は静かに微笑んだ。私の人生はここからが本番だ。